密度を高くする描き方ということでやってみたいと思います。庭で咲いていた百日草を切ってきました。今日はね、作品としては仕上げません。こちらに密度が高い描き方、左手に普通の描き方っていうことでやってみたいと思います。使う絵の具はホルベインですね。クリムソンレーキ、キナクリドンレッド、ガーボンジーノーバ、サップグリーン、セルリアンブルー、バーンタンバ、全部で6色ですね。ちょっとね、色見本はざっくり作っておこうと思いますね。結構派手なねピンク色なんですけど、この通りの色でなくってもいいと思いますね。キナクリドンレッドの純色の薄い色ですね。それに少しセルリアンを混ぜます。紫色になりますね。でさらにクリムソンレーキを混ぜます。ちょっと赤みが強くなりますよね。こんな感じのね、単純な色で花びらの色を構成しようかなと思いますね。それから真ん中のこの本当の花の部分ですね。黄色い部分は開いてるわけですけど、開いてない部分は茶色のような赤色のような色をしています。これに少しねバンタンバを入れます。こんな感じでしょうかね。黄色い部分はもうガーボンジ一色でねやってみようと思います。そして葉っぱの部分なんですが普通の緑色です。サップグリーンですね。セルリアンブルーです。バンタンバーです。はい、こんな感じのね、場所によってセルリアンブルーが多かったりバンタンバーが多かったりっていうことで微妙にね、変えていこうかなと思います。はい、それではね下絵を描いてみますね。分かりやすいように1本ずつ左右対称にね描いてみますよ。この辺に花がねこれ全部開いちゃってます。たくさんね花びらついています。重なり合いながらねついてますね。重複してここに脂肪の部分ですよね。膨らみがこう見えますね。茎もね太いんです。しっかりした茎ですよね。葉っぱが体勢ですね。左右対称に出ています。はい、こんな感じですね。こちらもねほとんど左右対称にね描いてみますね。はい、こんな感じです。マスキング液でここの黄色い花なんですけど、白くね抜いておこうかなと思います。5つの花びらが出ていますけど厳重に考える必要はないかなと思います。花びらがいっぱいこのにねありましたよっていうぐらいでいいんじゃないでしょうか。マスキングしとくとねあまり気を使わなくって色が入れられますのでねとっても楽かなと思います。はい、じゃあちょっとね乾くまで待ちますね。はい、マスキング液ね乾きました。じゃあね途中まではもうほとんど一緒のやり方になりますのでね、まず、キナクリドンレッドのね綺麗な色を薄く溶きますね。でそれぞれ光はねお花の向いてる方向から入ってきてますよっていう設定にしますね。こちら側ですね。この花に関してはこちら側です。少しセロリアンを入れて、紫色にします。こんな感じですね。ちょっと薄いかな。もうちょっと濃いめにね入れときます。水筆でしっかりぼかします。
始末をしておきます。じゃあね、次に葉っぱの方へ行きますよ。サップグリーンですね。セルリアンブルーです。バンタンバーです。ちょっとセルリアン多めにしましょうかね。青みを帯びた葉っぱのあるあたりに入れます。もうちょっとセルリアン入れますよ。水筆でぼかします。葉っぱの色と花の色が、少しねにじみ合うぐらいがいいと思います。はい、これもねちゃんと始末をしておきます。黄色ですね。ガーボンジ純色薄くしてこの辺りに入れます。これもしっかりぼかします。この時点でねすでにもう綺麗ですよね。なんとなくふんわりした花の色ができました。これでね下塗り完成です。ちょっと乾かしますね。下塗りがねだいぶ乾きました。ここから細かい作業に入っていこうと思います。花びらを塗っていきます。きなクリドンレッド一色で塗ってみますね。ここに置きます。細かいんですけどちゃんとグラデーションさせて、これで1枚の完成っていうことですよね。隣だとにじんでしまうっていうこともありますし、同じ色ばっかりでいくわけではないので、離れたところ離れたところをやっていきます。で最後まで持ってきません。この辺はね明るい部分を残しておきたいので、最後まで持ってこずに途中やめにしておきます。はい、こちらもね途中まではほとんど一緒の作業になってきますので、同じような感じになりますね。で次に少しねセルリアンを入れて紫色っぽくしますよ。はい、こういう感じのね紫っぽい色です。でこれもねグラデーションさせます。次にクリムソンね足します。赤みが強いと言いますかね。ちょっとまだ乾いてないすぐそばに置いているのでね、隙間ちょっと開けておきます。でも最後まで引きずらないでね、途中で色が消えるようにした方がいいかなと思いますね。ちょっと暗い花びらになってしまいますのでね、最後まで持っていくと。明るい方はさっさとね始末をして途中やめにしておきます。次に葉っぱの方にもやっておきますね。少しねセルリアンをこの色に足します。ちょっと青みを強くしますよ。こちらに持ってきます。今度は向こう側にちょっと持っていってみますね。向こう側に持っていってこっちに持ってきますね。でこれ乾かないうちにちょっと押さえておきますね。少しこう風合いを出します。パンタンバーを増やしてちょっと茶色っぽくして塗ってない方の半分に入れます。はい、こんな感じですね。これもちょっとだけね吸い取っておきます。脂肪の部分がちょっと見えて、そこから茎が下へ伸びています。まだね両方ともちょっと乾いていないので本当の花の塊ですね。このクリムソンにパンタンバーを足して赤茶色みたいな感じですよね。これを一番この下に入れます。上に向かってぼかします。はい、中もちょっと入れときますよね。こんな感じですね。花びらの線描をしてみます。濃いめがいいので、ここの青紫にクリムソンを足して少し紫がかった赤色っていうことで
細く線描してみますよ。勢いよくやりますね。ゆっくりやると太い線になりがちですので、鉛筆のね線気にせずに勢いよく描きます。わずかですので全部一応入れときますね。はい、こちらもね同じようにやっておきます。ここまでねもう全く同じ感じで書き進んできました。これ乾きましたらもうちょっとね手を加えていくんですけど、今度は右の方を手数を多く入れていきますね。で左の方はあまり手数を入れずにあっさりと仕上げるっていう感じでやってみようと思います。ちょっとここが乾く前にね葉っぱのね葉脈入れときますね。同じ色なんですけど少し濃いめにしといて細い線を引きますよ。中心の葉脈からこう出ていきます。これでもほぼほぼできたかなっていう気はするんですけど、もうちょっとね手を加えていこうと思います。少しね色を重ねますね。重なっている花びらの、比較的下の方に多く色を入れるっていうことになろうかと思います。でこちらの方ですね、同じような作業をねちょっとやっておきますよ。あまり伸ばしませんね。近回りだけにこう伸ばしておきます。ちょっとまだ乾かないので茎の方の線描をちょっとやっておきますね。脂肪のこの鱗状です。萼片といいますかね、それちょっとだけ書き込んどいて線描をしますね。はい、こちらもねちょっとだけ書き込んでおいて線描をしておきます。じゃあちょっと乾かしますね。はい、乾きました。じゃあもうちょっと細かい作業をします。マスキング液を使っていますので、この周りをね少しバンタンバーで暗くしておきますね。明るいままだとあまり意味がないわけですよね。でここってプツプツしているわけです。非常にね点々点々と塗っておきます。で中もねやっぱりちょっとこう開いてない部分は茶色の場合が多いので、ここの部分も茶色で点々点々としておきます。はい、ここまでねどちらも一緒でした。じゃあここから少しね筆数を増やしていきたいと思います。今ね手で点々つけました。今度はスパッタリングでこちらに入れていきます。どこかへ飛んでいくわけですよ、スパッタリングの場合。あまり気にしないっていうことですね。はい、続いてきなくりドンレッドピンク色をしっかり飛ばします。はい、続いて赤紫青紫を飛ばしますね。はい、続いて葉っぱの色を飛ばします。ちょっとスプレーを使いますね。お水です。ちょっとだけねまばらにね。あまり大きな雫のところはねちょっと吸い取っておきますね。はい、これが乾く間ねこちらの線描をもうちょっと足しておきますよ。花びらの中の筋目を少し立てておきますね。全部にやらなくってもいいと思うんですけど、ちょっと物足りない感じもしますので、筋目を立てておきます。からこの茎の暗い方ですよね。暗い
線を少しね太めに入れておきます。これもね乾いていないんですけど、この辺は入れることができますのでね。はい、じゃあこれで乾かして、マスキング液をね取りたいと思います。はい、マスキング液ね外しました。白く全部残してるわけですけど、光から遠い方ですね、ここはね黄色を入れておこうと思います。ちょっと水で薄くします。じゃあねもうちょっとこちらにね手を入れていきますよ。こちらね花びらの葉脈を入れました。じゃあこちらにもね入れようと思います。かなりね数を入れた方がいいですね。2本見えたから2本っていうことではなくって、多めに入れるっていうことですよね。1本1本がね筆跡になりますのでね。からこちらの葉脈も、よくよく見ればそれ小さい葉脈いくらでもあるわけなんです。少し薄めにして入れていきます。あまり濃いとね全部塞がってしまうっていう感じがしますので、そばに寄ると見えるけどちょっと離れると見えないねっていうぐらいの薄さにしといて入れていくっていうことですね。軸なんかも太ければもっと本数入りますね。はい、そして、ここの点々ですね、これを手でもね入れていきます。ちょっとスパッタリングだと狭すぎて思うところに入ってくれないので、手でちょっとね足していきますよ。で花びらの形、5つ花びらが本当はあるわけなんですけどね、それも少し意識しながらこう点々点々入れていきます。それからここですね、ここの付け根、花びらが出ている部分ですね、ここも手で点々点々入れていきますね。だいぶね筆数が増えたかなっていう気がします。ここがちょっとまだ空いてる感じがしますので、気持ちねここね絶対に入れる必要があるかどうかっていうと絶対に必要かどうかわからないんですけど、もうちょっと欲しいかなっていう気がします。ちょっとだけ入れておきますね。はい、スプレーでこれでね密度の高い絵ということで筆数を増やしてみました。どっちがいいかっていう問題ではないので、その時の目的であっさり描く場合とちょっとね重厚に描きたいとか、印象的に描きたい場合には密度を増やすっていうやり方で描くといいかなと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わります。